最近人気の火力立ち装備をいくつか紹介します。まず1つ目はアンジャナフのシリーズスキル無尽蔵を生かした太刀装備。これは無尽蔵によって太刀の見切り切りをしても渾身が切れない、そこにシナジーがあってかなり安定感と火力を両立できた装備です。次に紹介するのは挑戦者と弱点特攻を採用した汎用型の装備。こちらはかなり会心率が高い上にゾシアの超回復力とかそういう安定寄りのスキルもつけられる構成です。次も汎用型ですが、挑戦者と弱点特攻のレベルを入れ替えた装備になります。こっちは挑戦者に依存しない分全体を通して安定して高い会心率を得られます。最後は5話 4V を使った装備。こちらは先ほどよりかは会心率は落ちてしまいますが、その分攻撃力に振った装備になります。現在はこんな感じにいろんな装備がある、ある意味バランスのいい環境ではあります。ただ悪く言えばどの装備を選べばいいのかがちょっと難しい環境でもあると思います。ということでこの動画では第1弾アップデート後の太刀装備についてどの太刀装備を選べばいいのか、そこにフォーカスして解説します。比較のために今回は火力の期待値を計算してきました。さらに普段使いと TA での使い分けだとか、それぞれの好きな立ち回りに応じてどの装備がいいのか、そういうのも合わせて解説します。まず今回比較する装備をこのように表にまとめました。左から3列目は5話 4V の装備、そして4列目と5列目は汎用装備の弱特5の場合と挑戦5の場合、そして右3列は無尽蔵の装備です。無尽蔵については渾身を維持するために体術3が最低必要になります。ただ体術2でも競争薬を飲んだり体術のご飯を食べれば渾身を維持することができます。なので左から普段使い用の体術3の無尽蔵装備、次に体術を2にして無我の境地を3にして競争薬で体術を賄う装備、そして一番右が体術飯で体術を補う場合、この3つに分けて書いてます。で、最初のこの表は攻撃力の表になります。それぞれのスキルが発動した時に追加される攻撃力っていうのを書いてるだけなんですが、1点だけ今回は太刀の連起ゲージが赤の時の攻撃力に対して計算してます。というのも太刀は連起ゲージが赤になったら攻撃力が 1.1 倍されるんですが、太刀のダメージソースってほとんどが赤ゲージになるので、今回は赤ゲージで比較をします。これを見てみると一番攻撃力が高いのが5話4、それより1ポイント低いのが無尽蔵の装備で、それより10以上離れて汎用装備みたいな並びになってます。では次に会心率はこんな感じです。ちなみに今回の武器攻撃力と武器会心はアーティアの攻撃7切れ味1、太刀でいわゆる理論値と言われている値で計算します。で、会心率を見てみると、今度は逆に汎用装備がかなり高くて、で5話とか無尽蔵とかは 70% ちょっとみたいな結果になってます。で、これらの攻撃力と会心率に対して火力の期待値を計算しました。その結果が下2つの行です。それぞれ怪力の種とか鬼人薬グレートみたいなバフを使う場合と使わない場合、それぞれで計算してます。で、赤色で表示しているのがそのグループで一番期待値が高い装備、黄色がその次に高い装備ですね。で、最初のこの表はもう全てのスキルが発動している前提での火力の期待値になります。つまり火力の上限値ってことになります。で、結果を見ていくとバフをまかない時の最大火力は競争薬とかを飲んだ時の無尽蔵装備になりました。で、それに 0.5 ポイント差で汎用の挑戦後の装備になってます。それ以外の装備はそこから3ポイントとか4ポイント下回ってて、かなり間がありますね。で、続いて種粉塵グレート、バフをした時の最大の火力は挑戦者後の汎用装備、それに次いで無尽蔵の装備というように順序が入れ替わりました。こんな感じにずっと最大打点を出し続けられる、そんな状況であれば汎用の挑戦後の装備か無尽蔵の装備、これらの2トップみたいな結果になってます。でもこれは実戦想定ではなくてあくまで瞬間的な火力の話なので、ここから実戦想定で見ていきます。次のこちらの表はスキルの発動割合を調整したものになります。
それぞれ馬撃が 28%、挑戦者が 78%、渾身が 93% を戦闘中に発動している、その状態の火力期待値です。この発動割合は自分が以前汎用装備を紹介した時に載せた実践動画、あの動画から算出した割合を書いてます。この時自分は居合とか兜割り、無双斬りとかを中心とした立ち回りをしていたんですが、この時何回か見切り斬りを使って渾身の発動率が 93% になってます。で、実践動画では馬撃とか無尽蔵は使ってないんですが、仮につけてた時の発動割合を計算して書いてます。で、これで計算してみると一番火力の期待値が高かったのが汎用の弱点特攻レベル5の装備、時点で挑戦者レベル5の汎用装備になりました。理由は明白で、見切り斬りを全然してないので無尽蔵装備に組み込んでる馬撃が全然発動してないからですね。あとは無尽蔵なしでも93% くらい渾身を維持できてるので、こういう場合だと汎用装備の火力の期待値がかなり高くなるということがわかります。個人的に意外だったのは挑戦後よりも弱特後の方が期待値が高くなったことですね。この計算は攻撃が全て弱点に当たってる前提にはなるんですが、計算してみたら 94% 以上弱点に当たってたら弱特後の方がこの場合だと高くなりそうでした。では次の表です。こちらはそれぞれ馬撃の発動割合が 85%、挑戦者が 82%、渾身が 63%、無尽蔵付きの渾身が 95% になってます。これは改めて無尽蔵付きの装備で赤人鬼人と見切り斬り戦を中心に立ち回ってきた、その動画から算出した値です。気になる方はサブチャンネルの方に上げておくので、よかったら見てみてください。で、これはご覧の通り見切り斬り戦をかなり多用していて、ほとんど特殊能登居合は使わないみたいな立ち回りになってます。で、無尽蔵がついてない渾身の割合については目視で確認した限りなので、若干ブレはあると思います。で、こういう立ち回りをした時は無尽蔵が最も期待値が高いですね。競争薬とかを使わなくても普段使いの体術3だとか体術飯を食べた時、それであっても汎用装備より4ポイント以上高い期待値になってます。発動割合については、意外と無尽蔵ついてない渾身でも 63% くらいあるってのは、別の意味で驚きではあったんですが、こんなもんかなとは思います。で、あと今回馬撃が切れた時にあんまりダウンとかが重ならなかったので、割合としては結構上振れた方かなと思います。馬撃の割合が 70% くらいでも無尽蔵の方が高い結果にはなりました。では最後にこちらの表です。これは馬撃と無尽蔵付きの渾身の割合をさっきの値で、挑戦者の割合は2つのクエストの平均、そして無尽蔵なしの渾身の割合は一番最初の実践動画の値を参照してます。これで何がわかるかというと、それぞれの装備で、理想の立ち回りをした時、その時に火力の期待値がどうなるのかっていうのがわかると思います。これを見てみると最も高いのは汎用の弱特後、時点で挑戦後で、かなり僅差で無尽蔵になってます。それ以外のゴア4と体術3の無尽蔵、あと体術飯の無尽蔵、その3つとはちょっと間がある結果になってます。これは兜無双とか赤人鬼人とか、一旦立ち回り自体の強さを置いといて、それぞれの装備で得意な立ち回りをした時にどのくらいポテンシャルが出るのか、その参考値として見ていただければと思います。ではこれまでの結果から考察します。まず分かりやすいところだと、現環境のゴア4装備はあんまり強くないってのが分かります。理由としてはどの立ち回りをした時も最大の期待値には一度もなりませんでした。じゃあなんで今までゴア4の装備が、TA とかで使われてたのかっていうと、やっぱりナーフ前の速攻の装備がかなり強かったってのがあると思います。このナーフ前の速攻の装備が会心率 30% プラスするので、会心率が 70% で十分っていう条件下だと、馬撃なしで最大攻撃力が出るゴア4が、一番強かったっていうことかなと思います。そして次は渾身を維持できるなら汎用装備がおすすめってことです。全体を通して渾身の発動割合が高い時はかなり高火力を叩き出してました。なので例えば居合中心で見切り斬りをあんまり使わない人であるとか、
息吹を持ってたりスタンする友達と一緒にやってたり、あとは歴戦モンスターで歴戦傷ダウンとかが多くて壁殴りの時間が多い時、そういう場面では渾身の維持率はどんどん高くなっていくので、こういうケースの時におすすめかなと思います。で、全体を通して会心率が高めなので、達人芸を使えば技物匠よりも高い切れ味の期待値が見込めるっていうのもいい点だと思います。で、次に見切り切りを多用する人とかは無尽蔵の装備がおすすめです。やっぱり渾身を気にせずに見切り切りをフリーで使えるっていうのは、かなり使いやすいし安定感があります。馬撃もそんな厳密に意識しなくても発動してる割合は高めなので、そういう点でもかなり恩恵を受けられていいかなと思います。で、競争薬とかを使って体術をカバーしたらもちろん強かったんですが、普段使い用の体術3とかよだれだけを食べる場合とかでも十分火力出てたのが良かったなと思います。それではまとめです。まず現環境で火力を求めるなら汎用装備か無尽蔵装備、このどちらかになると思います。結果を見ると5話4装備はちょっと厳しいかなってなりました。で、特に渾身を維持できる人は汎用装備がおすすめです。立ち回りとしては居合を中心に立ち回ってたり、麻痺とかで壁殴りが多くなるモンスター、そういう時には汎用がおすすめです。一方で立ち回りの中で見切り切りをよく使う人は無尽蔵の装備がおすすめです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。